空だ。星々の間の特定の点が彼の引き渡しを要求し、彼を呼んでいた。明らかにそれは海蛇座とアルゴ座の間のどこかにある一点であり、明け方に目を覚ましてからずっと自分がそこを願っていたことを知ったのだ。朝の間、それは地下にあった。今それはほぼ南にあって、じりじりと西に動いている。この新自体は何を物語っているのだろうか。自分は発狂しかけているのか。こんなことがいつまで続くのか。再び決意を新たに、ギルマンは振り向き、足を引きずりながら不吉な古屋敷へと帰っていった。マズレビッチがドアのところで待ち構えており、不安と反発を見せながら新しいちょっとした迷信話を囁いてきた。魔女の日の話だった。ジョーは昨夜お祝いのために外出していて、その日はマサチューセッツ州の愛国者の日だった。帰宅したのは深夜だった。屋敷を外から見て、最初はギルマンの部屋の窓が暗くなっているなぁと思ったのだが、その時、中からぼんやりしたすみれ色の輝きが見えた。アーカムのものなら誰でも、その光がケザイアの魔女の火であり、ブラウン・ジェンキンおよび老婆自身の亡霊のそばで遊ぶのだということを知っていたため、大家は下宿人の紳士にその光について警告したかった。これまでこの話をしたことはなかったが、今やそれを告げねばならぬ。それが意味するのは、ケザイアと長い歯を持つ使い魔が若い紳士に取り憑こうとしているということだからだ。時折彼、ポール・チョインスキおよび大家のドンブロースキは若い紳士の部屋の上にある閉ざされたロフトから割れ目を通してそのような光が漏れ出すのを見たことがあると考えていたものの、それについては黙っていようということになっていたのだ。しかしながら当の紳士にとっては他の部屋に移り、誰かイバニツキ神父のような良いお坊さんからクロスを受け取る方が身のためだろう。取り留めのない話を聞きながら、ギルマンは名状しがたいパニックに喉笛をつかまれたような気がした。昨晩、ジョーが半ば酔っ払って帰宅したのを知っていたものの、屋根裏部屋の窓にすみれ色の光が見えたという話には恐ろしい重要性があった。その揺らめく光こそ、道の深淵に沈む前の浅くより鮮明な夢の中で常に老婆と小さな毛皮野郎の周りを遊び回っていた種類のものであり、自分自身の目覚めた人物がこんな夢の中の光を見うるなどということは、正気の領域をはるかに逸脱していた。しかし、この人物はどこでそんな奇妙な考えを得たのだろうか。自分は夢を見ながら家の周りを歩き回るだけでなく、自分のことでも語っているのだろうか。いや、とジョーは言った。そんなことはありませんでしたよ。だが、あなたはそのことで用心していないとね。フランク・エルウッドなら何かを話してくれるだろう。質問なんかはしたくはなかったが、
発熱、放埓な夢、夢中有効、幻聴、空の一点への誘引、そして今度は夢中発話の嫌疑。勉強を中断して神経の専門医に見てもらい、自分で自分を何とかしなければならない。2階に上がった時、エルウッドのドアの前で足を止めたが、若者は外出中だった。いやいやながら階を上り続け、自分の暗い屋根裏部屋に入って腰を下ろした。視線はやはり南向きに引っ張られていたが、同時に耳を澄ましている自分にも気づいた。閉ざされた頭上のロフトから何か音がするのではないか。そして低く傾いた天井から微細な隙間を通して邪悪なすみれ色の光が漏れ出しているのではないかと半ば想像したのだ。その夜、ギルマンが眠りにつくと、強みを増したすみれ色の光が注ぎ、ローマ女と小柄な毛皮野郎が今までになく近づいて、人のものならぬ金切り声と悪魔的な身振りで彼を愚弄した。彼はぼんやりとした吠え声が響く黄昏の深淵に沈み込んでいくのが嬉しかった。玉虫色の泡の習俗と万華鏡のように変化する小型多面体が追いかけてくるのはじれったく脅迫的であったけれども、その時転移が起こった。不気味にもヌメヌメとした物質からなる広大な平面が彼の上下から迫り、互いに接近して一瞬の縝網状態と未知の光とともに集結した。その異様な光は木、紅、藍が分かちがたく入り組んだ狂気の混合光だった。彼は奇想天外な欄干のあるテラスに半分倒れていた。眼下にはこの世のものとも思われぬ信じがたい山頂が、金星の取れた平原が、ドームが、高塔が、小尖塔の上にバランスよく乗る水平の円盤が広がり、加えて数えきれないほどのなお一層芳醇な形の像が、石像もあれば金属製のもあった。多色に彩られた空から降り注ぐやけどでも起こしそうな混色の光気を反映して絢爛豪華たるきらめきを放っていた。視線を上げると、無限の果てに低く波打つ山影の上に驚くべき大きさの三つの円盤がそれぞれ異なった色、異なった高度で燃えていた。振り返れば、塔をなすテラスの群れがより高いところまでも幾層にも重なり、目に見える限りどこまでも続いていた。下方の都市は見晴かす遥かな落ちまで広がり、彼はそこから一切の音が聞こえてこないことを望んだ。歩道の上に体を起こすのは容易だったが、縞模様のある磨かれた敷石がどんなものか見分けることができず、切り出されたタイルの形状は奇怪な角度を持っており、非対称的というよりも地上のものではなく、彼の理解の及ばぬ何らかの対称性に従っているのだという考えが
頭に浮かんだ。腰の高さまである欄干には繊細で空想的な仕上げがしてあり、一方では手すりに沿って類まれな技巧で作られたグロテスクで小さな像が短い間隔で並んでいた。それらの像は欄干全体と同様にある種の輝く金属でできていたが、混沌とした種々の色の光輝の下ではその金属が何色なのか判断することができず、その性質についても全く推察することができなかった。肖像が表しているものは細長い棒台部を持つ何やら樽型の物体で、中心部にある輪から薄く水平な腕が放射状に伸び、樽の頂部と基部からノブないし球体が上下に突き出していた。これらのノブを起点として、ちょうど人手のような塩梅に長くて扁平な腕がそれぞれ5本ずつ飛び出し、それらの先端は三角形の形に細まって、中央の樽型から離れてゆく向きに若干しおりながらほぼ水平に伸びていた。下側のノブの基部と長い手すりとは大変に繊細な接点で固定されていただけなので、いくつかの像は取れてなくなってしまっていた。肖像は高さが10センチ強、トゲ状の腕を含めると直径は最大で6センチ強だった。立ち上がると裸足の足にタイルが熱く感じられた。全く一人ぼっちの彼が最初にしたのは、欄干まで歩き、700メートル近く下方に果てしなく広がる目もくらむようなキュクロプス式の都市を見やることだった。耳を澄ましているうちに、下の狭い町々から幅広い音域にまたがる音楽的な笛の音がかすかに混沌たるリズムを奏でているような気がしてきて、そこにどんな住民がいるのか知ることができればいいのになと思った。しばらくすると、その景色はめまいを催すようなものになってきて、思わず錆びついた欄干を掴んだおかげで、なんとか歩道の上に倒れずに済んだ。彼の右手は突き出した像の一つに当たり、その感触は彼を幾分落ち着かせたようだ。だが、極めて繊細な金属細工にとっては、それだけでも十分すぎ、彼の手のひらにはトゲのある像がもぎ取られて残ることになった。まだ半ばぼんやりしたままの彼は、その像を掴んだまま、もう片手で手すりの滑らかな部分を握っていた。ところが、超鋭敏になった耳が背後に潜む音を捉え、彼は振り返って水平のテラスを見渡した。静かに、しかし特にコソコソした様子もなく、5つの姿が近寄ってきた。そのうち2つは悪の老婆と牙を生やした毛皮野郎だった。残りの3つこそまさに彼の意識を失わせたものだ。高さ約2メートル半ほどの生命体で、その形態たるや欄干のトゲ状肖像とまことそっくり。それが下側の人手上司を雲のようにのたくらせて進んでくるのだから。
ギルマンはベッドの中で目を覚ました。冷や汗でぐっしょり濡れ、顔と手足がヒリヒリしていた。床に跳ね降りると、気も狂わんばかりに急いで顔を洗い、服を着た。一刻も早くこの家から出なければならないかのように、どこに行きたがっているのか自分でもわからなかったが、今日も講義を犠牲にしなきゃならなくなるなと思った。海蛇座とアルゴ座との間にある空の一点への奇妙な牽引力は弱まっていたが、もう一つのより強い力が取って変わっていた。今彼は北に向かわねばならぬと感じていた。どこまでも北に。ミスカトニック河中の荒涼たる島を見るのを恐れて、前回通った橋を渡らず、その代わり、ピーボディ・アベニュー橋を渡っていった。何度も何度もつまずいた。彼の目と耳は、青空の極めて高いところにある空虚な一点に縛り付けられていたからだ。約1時間後、幾分落ち着きを取り戻すと、町から随分離れたところまで来たことに気づいた。辺り一面、寒々とした空爆たる円卓で、目の前には一本の狭い道が彼を誘い、その先はインスマスまで伸びていた。古い、半ば見捨てられた町で、大変奇妙なことに、アーカム市民は訪れたがらないのだ。北への牽引力は減弱していなかったが、彼はもう一つの牽引力に逆らったのと同じく、それにも抵抗し、最終的には二つの牽引力をほぼ相殺させられることを見出した。とぼとぼ歩いて町に戻り、ソーダファウンテンのところでコーヒーを飲んで、重い足を公共図書館に運ぶと、あてもなくパラパラと軽い雑誌類を眺めた。一度友人たちと顔を合わせ、友人たちは彼に随分妙な具合に日焼けしているじゃないかと言ったのだが、彼は散歩のことを話さなかった。3時、彼はレストランで昼食をとり、牽引力が減弱、あるいは分裂したことに気づいた。その後、安っぽい映画で時間を潰し、何の注意も向けないままに馬鹿げた演技を繰り返し見た。夜9時になって家路をたどった彼は、よろめく足を引きずり古屋敷に入った。ジョー・マズレビッチが哀れっぽい声でわけのわからぬ祈りを唱えているところで、ギルマンは急いで自分の屋根裏部屋に入り、エルウッドが在室しているか確かめもしたかった。ショックに襲われたのは、弱々しい電灯のスイッチを入れた時だった。まずはテーブルの上に、そこにはないはずの何かが乗っていると思ったのだが、二度目に見た時には、もう疑うべくもなかった。横倒しになっていたのは、自立できない形だから、風変わりなトゲ状の像で、痛ましい夢の中で幻想的な欄干から折り取ったものだった。どこも欠けていなかった。膨大部を持つ樽型を中心に、薄い腕が放射状に伸び、両側にはノブが、そのノブからは外側に向けて
緩やかに湾曲した平べったい人手状腕部がすべてがあった。電灯の光の下ではある種玉虫色の光を放つ灰色に見え、緑の島があった。そしてギルマンは恐怖のただ中で見たのだ。片方のノブの先はギザギザに割れていて、夢で見た手すりに残った取り付け部分の断端にぴったり当てはまっていることを。なんとか大声を出さずに済んだのは、変に呆然たる無感動状態に落ち込んでいきそうになっていたおかげだった。こんな夢と現実との混交にはもう我慢がならなかった。彼はぼーっとしたままトゲのある物体をつかみ、もつれる足で階段を降りて大家のドンブロースキの住んでいる部屋に向かった。迷信深い食器修理人マズレビッチが祈りをあげる哀れな声がなおもカビ臭い玄関中に響き渡っていたが、今度ばかりは気にならなかった。大家は在室で彼を喜んで迎えてくれた。いや、わしはそんなのを見たこともないし何も知らんなという。だがうちのが昼間部屋の片付けに入った時、どれかのベッドの上にブリキ製っぽい妙竹林なものがあったと言っていたぞ。ドンブロースキに呼ばれて奥さんがよちよちと入ってきた。ええ、それがそれですよ。その若い殿方のベッドでした。ベッドの壁側にありましたよ。それは彼女にとってとても奇妙に見えたが、無論のこと、その若い紳士の部屋は怪しげなものだらけだった。本だの、骨董だの、絵だの、紙に書いた記号だの。彼女には問題のブリキ細工のことがさっぱりわからなかった。それでギルマンは精神的な不安を抱えたまま上の階へと帰っていった。まだ夢の続きを見ているのか、あるいは無遊病が信じがたいほど悪化して未知の場所で略奪行為をするようになったのだと信じて。一体どこからこんな常軌を逸したものを取ってきたのだろう。こんなのはアーカムのどの博物館でも見た記憶がなかった。だが別のどこかからには違いない。そして眠っている間にそれをもぎ取った際の光景から欄干のあるテラスという奇怪な夢の情景を作り上げたのだ。明日は特に用心深く調査することにするんだ。神経の専門医に見てもらうかも。とりあえずは夢中友好を追いかけてみることにしよう。上の階に登り、屋根裏の廊下を横切る際、大家から正直に目的を打ち明けて、借りてきた若干の小麦粉をまいた。途中、エリウッドの部屋のドアの前で立ち止まったが、中は暗かった。自室に入りがてら、トゲ状のものをテーブルに置くと、身も心もくたくたになって、着替えをする力もなく横になった。傾斜した天井の上の閉ざされたロフトからかすかなひっかく音とパタパタ歩き回る音が聞こえた気がしたものの、
あまりにもボロボロになった彼は、それを気にすることさえできなかった。謎めいた北からの牽引力は、またしても極めて強くなっていたが、今度は空のより低いところからやってくるようだった。夢の中で目もくらむばかりのすみれ色を浴びながら、老女と牙のある毛皮野郎が戻ってきた。これまでのどんな場合よりもずっとはっきり見えた。今回それらは実際に彼のところまでたどり着いて、彼は老婆の干からびた鍵爪に掴まれるのを感じた。彼はベッドから何もない空間へと引っ張り出された。ちょっとの間、律動的な方向を聞き、泡立つ黄昏のぼやけた深淵の形なき様を見た気がしたが、それはほんの一瞬のことで、彼は今粗末な窓のない狭い空間にいた。荒削りの針と厚板がちょうど頭の上で頂点を成しており、足元の床は奇妙に傾斜していた。床の上にはつっかい棒で水平にした背の低い箱がいくつかあり、それらの中は様々な古さと崩壊の程度を示す本でいっぱいだった。中央にはテーブルと長椅子があり、見たところその場所に固定されていた。未知の形と性質を持つ小物体が箱の上に並べてあり、燃え立つようなすみれ色の光の中でギルマンは自分をかくも恐怖の混迷に落ち込ませたトゲ状像の銅杯を見たと思った。床は左手の側で急に落ち込んでいて、黒々とした三角形の割れ目となり、一瞬ガサゴソと乾いた音がしたと思ったら、そこから黄色い牙と人間のひげ面を持つ憎むべき小柄な毛皮野郎が登ってきた。邪悪にほくそ笑む老女はなお彼を掴んだまま、テーブルの奥に見たことのない姿が立っていた。背の高い痩せた男で、くすんだ感じに色が黒く、だが顔立ちに黒人的な要素は全くなかった。髪の毛も髭もなく、着ているのは厚手の黒い布地でできた形の崩れたローブだけだった。テーブルと長椅子のせいで足は見分けられなかったが、位置を変えるたびに必ずコツンと音がするところから見て靴を履いているに違いない。その男は口を聞かず、小さな整った顔には表情の痕跡すらなかった。男はもっぱらテーブルの上に広げてある桁外れに大きい本を指さし、老女は灰色の巨大な羽ペンをギルマンの右手に押し込んでいた。あらゆるものの上に気も狂わんばかりにひどい恐怖が垂れ込め、毛皮野郎が夢見人の衣服を駆け上がり、肩から左腕へと駆け下りた時にクライマックスがやってきた。そいつが袖のすぐ下のところに鋭い牙を突き立てたのだ。傷口から血がほとばしった時、ギルマンは失神した。22日の朝目覚めると、左手首に痛みがあり、袖が破れ、乾いた血で茶色に汚れているのを見た。彼の思考は
ひどく混乱していたが、未知の空間にいる黒い男の光景はありありと目に浮かんできた。寝ている間にドブネズミどもが自分を噛んだに違いなく、これが恐ろしい夢のクライマックスを引き起こしたのだ。ドアを開けてみると、反対側の屋根裏部屋を借りている粗雑な人物が残した大きな足跡を除いて、通路に撒いた小麦粉には乱れた跡がなかった。ということは、今回彼は無遊病の発作を起こさなかったということになる。だが、ドブネズミについては何とかしないといけない。奴らのことを大家に話すことにしよう。傾いた壁の土台のところにあるネズミ穴を塞ぎ直すため、ちょうど適当な大きさだった食台を詰め込んだ。彼の両耳は夢の中で聞いた何かの恐ろしい物音の残響が鳴っているかのようにガンガンしていた。風呂に入って着替える間、彼はすみれ色に照らされた空間の光景以降の夢の内容を思い出そうとしたが、確かなものは心の中に固まってこなかった。その光景そのものは彼の想像力に何とも荒々しく襲いかかり始めた頭上の閉ざされたロフトと関係があったはずなのだが、それより後の印象は薄ぼんやりしていた。はっきりしない黄昏の深淵の暗示があり、その彼方にはより暗く広大な深淵がほのめかされていた。その深淵では固定された気配というものは何もなかったのだ。泡の習俗といつも犬のように彼につきまとう小型多面体とによってそこに連れて行かれたのだが、より遠くにあるこの究極の暗黒の虚空の中では、それらは彼自身と同様に霧のかけらに変容していた。その前を何か別のものが進んでいった。より大型のかけらで、時々名状しがたい形態めいたものに凝集する。そして彼は、自分たちの進路は直線ではなく、むしろあらゆる想定可能な宇宙の物理学や数学にとって未知の法則に従って動くエーテル下流が形作る異様な曲線や螺旋に沿ってきているのだと考えた。結局そこにあったのは途方もなく大きい跳ね回る影ども、醜悪な反音響的律動、見えざる笛のか細く単調な音といったものの気配だけ。それらがすべてだった。ギルマンは結論を下した。最後の観念は自分がネクロノミコンの中で心を持たぬ存在であるアザトースについて読んだ内容から拾ってきたものだと。この存在は混沌の中心にある暗黒の玉座から全時空を滑るというのだ。血の汚れを洗い落とすと手首の怪我はごくわずかで、ギルマンは2箇所の小さな刺し傷のありかを見て困惑した。彼が寝ていたベッドカバーの上には血痕がなかったことに思い当たったのだ。皮膚と袖についた量から見るととても奇妙だった。夢中遊行を起こしたのは室内で、ドブネズミに噛まれたのは椅子に座るか、あるいはもっと馬鹿げたところにとどまっている間だったのだろうか。彼は隅々まで探したが、茶色っぽい滴りや汚れは
どこにも見つからなかった。ドアの外と同じように室内にも小麦粉をまいておけばよかったなと思った。だが結局、これ以上夢中友好の証拠を探す必要はなかったのだ。それを行っているのは分かりきっていて、目下の課題はそれを止めることだった。フランク・エルウッドの助けが必要だ。今朝は天空からの異常な牽引力は弱まっているようだったが、その代わりさらに不可解な感覚に襲われるようになった。それは今いるこの状況から飛び去りたいという曖昧だが強烈な衝動で、ではどこに飛んでいきたいのかというと、はっきりした見当がつかない。異様なトゲ醸造を拾い上げたとき、以前からの北方への牽引力が幾分強まったと思ったが、より混乱させる新しい衝動にすっかり圧倒されてしまった。彼はトゲ醸造を持ってエルウッドの部屋まで降りた。犬が鳴くような食器修理人の声が1階から湧き上がってくるのに負けまいと心を堅固にした。ありがたいことにエルウッドは中にいてバタバタしているようだった。朝食をとり、大学に行くまで少し話をする時間があったので、ギルマンは最近の夢と恐怖のことを説明しようとまくし立てた。部屋の主は大変同情的で、何かをしなければならないと同意した。彼は客人の引きつりやつれた表情にショックを受け、先週別の者たちが気づいていた奇妙な異常な外見の日焼けに注目した。だが彼に言えることは多くなかった。ギルマンが夢中友好を起こしている姿を見かけたことは一度もなく、奇妙な像が何者かもさっぱりわからなかった。それでも彼はギルマンの部屋のすぐ下を借りているフランス系カナダ人がある晩マズレビッチと話しているのを聞いたことがあった。二人は互いにワルプルギスの夜が近づいているのをどれほど恐れているかを語り合っていた。それはもう数日後に迫っている。そして哀れな悲運の若い紳士を不憫に思う言葉を交わしていた。ギルマンの下の部屋を借りている人物であるデロシェールは毎晩耳にする足音、靴を履いているのとそうではないのとのことを、またある晩ビクビクしながらこっそりと上の階に上がってギルマンの部屋の鍵穴から覗き込もうとした時に見えたすみれ色の光のことを語った。覗き込む勇気など起きなかったと彼はマズレビッチに言った。ドアの周りの割れ目からそんな光が漏れているのを見てしまった後では、ひそやかな会話も聞こえた。それについて語り始めるとき、彼の声は聞き取れぬほどの囁きにまで低まってしまった。エルウッドは何がこれらの迷信的な人たちにゴシップを囁かせているのか思いつかなかったが、一つにはギルマンが深夜に夢うつつで行う遊歩と会話から想像力をかき立てられたのだろうし、もう一つには伝統的に恐れられている5月祭の前夜が近づいているからなのだろう。
ギルマンが眠りながら喋っているのは明白で、すみれ色の夢の光などという世まいごとが出回ったのも、明らかにデロシェールが鍵穴越しに聞いた話が元になっている。こういう単純な人たちは、耳にした物事をそのまま見たような気になってしまったのだ。行動計画としては、ギルマンがエルウッドの部屋に降りてきて、一人で寝ないようにするのがよかろう。エルウッドは目が覚めているなら、眠っている間に彼が喋ったり起き上がったりしたら、どんな場合でも彼の目を覚まさせるものとする。また、彼はすぐさま専門医のところに行かねばならぬ。その間二人でトゲ状の像を持って、シュシュの博物館や教授たちのもとを回ろう。公衆用のゴミ入れから見つけたとか言って、正体を突き止めてもらうのだ。同じくドンブロースキは、かの壁の中のネズミに毒を盛るべく手配しなければならない。エルウッドの友情に支えられて、ギルマンはその日講義に出席した。異様な衝動に引きずられたものの、それらをかなり上手にかわすことができた。講義のない時間帯、彼は何人かの教授たちに例の奇妙な像を見せ、全員が強い興味を示したものの、それの素性や起源について光を投げかけられる者はいなかった。その晩彼は、エルウッドが大家に行って2階に持ってこさせた長椅子の上で寝、不安な夢から何週間かぶりにすっかり解放された。だが、熱っぽい感じは引き続き、食器修理人の惨めっぽい声は神経に触ったままだった。続く数日、ギルマンは病的な兆候をほぼ完璧に免れた生活を楽しんだ。エルウッドによると、彼は寝ている間に喋ったり起き上がったりする様子がなく、その間大家は猫いらずをそこいら中に仕掛けた。唯一憂慮すべき要素は、ひどく空想をたくましくした迷信的な外国人たちの間に交わされる会話だった。マズレビッチはいつも彼にクロスを持たせようとしていたし、最後には善良な岩につき神父の祝福を受けたとかいうものを押し付けてきた。デロシエルもまた何か言いたそうだった。実際に彼はギルマンが不在になった最初と次の二晩、今では空室になった上の部屋から忍びやかな足音が聞こえていたと言い張ったのだ。ポール・チョインスキーは夜、ホールや階段から音が聞こえたと考えており、自分の部屋のドアをそっと開けようとした奴がいると主張していたし、一方ではドンブロースキ夫人が晩清節以降初めてブラウン・ジェンキンを見かけたと断言していた。だがこの手のナイーブな報告はほとんど無意味でしかなく、彼は安っぽい金属製のクロスを部屋主のタンスの取っ手にぶら下げたままにしていた。3日間ギルマンとエルウッドは地元の博物館をめぐって異様なトゲ醸造が何者か突き止めようとしたが、成果は一向に上がらなかった。しかしながら、どこに行っても強烈な関心と共に迎えられた。その物体の持つ徹底的な異質さが、科学的な好奇心を抱く者にとって強烈な挑戦だったからだ。放射状の小案の一つが折り取られ科学分析に供された。
エラリー教授はその不思議な合金の中に白金、鉄、テルルを見出したが、他にも少なくとも3種類の元素が含まれることが明らかで、それらは大きな原子量を持ち、科学的には全く同定できない物質だった。基地の元素との対応をつけられなかっただけではなく、周期律表の中で将来の発見に備えて空席になっている場所に当てはめることにも失敗した。問題の像はミスカトリック大学博物館に展示されているにもかかわらず、その謎は現在に至るも未解決のままである。4月27日朝、ギルマンが客人として寝泊まりしている部屋に新しいネズミ穴が現れたが、その日のうちにドンブロースキがブリキで塞いでしまった。カリカリゴソゴソいう音がほとんど減らなかったところを見ると、猫いらずは大して効かなかったようだ。その夜遅くまで外出していたエルウッドをギルマンは寝ないで待っていた。部屋の中で一人で寝るのは避けたかった。夢の中の姿を恐ろしくもそっくりそのまま持ってきたような、いやったらしい老婆を夕暮れの残光の中で見かけたと思って以来、なおのこと。彼は不審に思った。みすぼらしい中庭の入り口にいたその老婆は何者なのだろうか。そのそばのゴミの山でブリキ感をカラカラ言わせていたのは何者なのだろうかと。老婦人は彼のことに気づいたようで、よこしまな流し目をよこした気がした。多分想像力のせいでそんな気がしただけだろうが。翌日、二人の若者はいずれも疲れ果て、夜になったら丸田んぼのように寝てしまうだろうなと思っていた。夕方、二人は眠たげなままギルマンをここまで完全に、おそらくは有害なほどに夢中にさせた数学の研究のことを話し合い、古代の魔術や伝説との間にあり得る暗黒の連鎖について推測を巡らせた。彼らは老女ケザイア・メイソンのことを話し合い、エルウッドはこの老女が偶然にも異様かつ重要な情報を入手していたというギルマンの意見には十分に科学的な根拠があると認めた。これら魔女が属していた秘密のカルトは、時として驚くべき太古の秘密を忘れられた英語の昔から引き継ぎ、隠匿してきたのだ。そして、次元の門を通り抜けるための魔術をケザイアが実際にマスターしていたとしてもおかしくはない。魔女の意志の前では、物質的障壁がいかに無力かを伝説は大いに語っているのだし、夜空をほうきの絵に乗って飛ぶという昔話の根っこにあるものは何か、誰に言えよう。現代の学生が数学的研究のみで同様の力を手に入れることができるか、それはまだわからなかった。成功すれば、とギルマンは加えた。思ってもみない危険な状況に陥りかねない。隣り合ってはいても、普通なら到達できない次元に、いかなる状況が広がっているか、誰に予言できようか。ある種の空間体には時間が存在し得ず、そこに入ったままにしていれば、命と年齢を限りなく保つことができるかもしれない。
自分自身の、あるいはそれに類似した世界平面を訪れている間のわずかな損害以外には、有機体の新陳代謝や老化の影響を受けることがないのだ。例えば、時間の存在しない次元を経由すれば、そこに入る前の若さを保ったまま、地球上の遠く離れた時代に現れることができるのではないか。これまでにこれをやってのけた者がいたのか、それはいかなる権威者を要しても結論づけることはできなかった。古い伝説はぼんやりして曖昧であり、歴史時代になると禁断の感激を横切ろうとする試みは、外世界の存在やそこからのメッセンジャーとの間に結ばれた異様で恐るべき同盟関係と混交してしまっているようだった。隠れた恐怖の諸力の代理人、ないしメッセンジャーに関する有史以前からのイメージがあった。魔女カルトの黒の男、およびネクロノミコンのニャルラトホテプだ。また、より低位のメッセンジャーないし媒介者に関する当惑するような問題があった。伝説が魔女の使い魔として描く動物もどきや奇妙な合成獣のことだ。眠すぎてこれ以上の論議は無理だったので、ギルマンとエルウッドは寝ることにしたのだが、その時半分酔っ払ったマズレビッチがふらふらと家に入ってきて、その哀れっぽい破れかぶれの祈祷に二人とも身を震わせた。その夜、ギルマンは再びすみれ色の光を見た。夢の中で仕切り板をひっかきかじる音が聞こえ、誰かがぎこちなく掛け金をいじるような感じがした。ついで彼は老女と小さな毛皮野郎がカーペット敷きの床の上を近づいてくるのを見た。老婆の顔は人のものならぬ歓喜に輝き、小柄で黄色い牙の病的存在は部屋の反対側にある長椅子の上でこんこんと眠り込んでいるエルウッドを指さしてクスクス笑った。あまりの恐怖に麻痺状態に陥り、叫ぶこともできなかった。以前と同様に老女はギルマンの肩を掴んでベッドから引き剥がし虚空に連れ込んだ。これまた同様にきしり声を上げる無休の深淵が背後に一閃し、だが次の瞬間彼はひどい匂いがする暗く泥だらけの見知らぬ裏道にいる気がした。辺りには朽ちた壁と古臭い家々が立ち並んでいた。前方にはローブを着た黒い男がおり、それは前に見た夢の中、頂点を持つ空間で目にしたものだったが、より近くから例の老女が横柄な顔つきでニタニタ笑いをしつつ手招きしていた。ブラウン・ジェンキンは嬉しそうに黒い男の両足首に体をすりつけていたが、その足首は深い泥のおかげで大部分が隠れてしまっていた。右手には暗く大きな戸口があって、黒い男はそれを黙って指さした。ニヤニヤ笑う老婆はギルマンの寝間着の袖をつかみ、ずるずると引きずりながらその戸口に向かっていった。嫌なきしみを上げ、不吉な匂いのする階段があって、老婆からそれに向かってかすかなすみれ色の光が放射されているようだった。ようやく階段の先に踊り場が現れた。老婆はぎこちなく掛け金をいじり、ドアを押し開けて
待っていろと身振りでギルマンを制すと、暗い間口の中へ姿を消した。若者の過敏な耳が絞め殺されるような忌まわしい叫びを聞き取ったと思うと、老女が意識のない小さな体を手に部屋から現れ、運べと命令するかのように彼にそれを押し付けてきた。その小さな体、その顔に浮かんだ表情を見て呪文が解けた。まだクラクラしすぎて声を上げることもできず、無鉄砲にも彼はいとわしい階段を駆け下り、外の泥の中に飛び出したが、そこで待ち構えていた黒い男に捕まり、首を絞められただけだった。意識を失うとき、牙のあるドブネズミ状の遺体が発する金属的な忍び笑いがかすかに聞こえた。29日の朝、ギルマンは恐怖の大渦巻きの中で目覚めた。目を開けた瞬間から何かがひどくおかしいことに気づいた。傾斜した天井と壁を持つ以前の屋根裏部屋に戻ってしまっていて、大の字になって支度されていないベッドに寝ていた。彼の喉は不可解にもズキズキし、どうにかこうにか座った体勢になると、彼は募りゆく旋律とともに見た。足と根巻の一番下の部分に泥が固まり茶色になっていたのだ。しばらくの間、彼は呆然として思考力を失っていたが、ようやく自分が夢中遊行を起こしていたのだと気づいた。エルウッドはあまりに深く眠り込んでしまっていたので、それを聞いて止めることができなかったのだ。床の上にごちゃごちゃした泥の足跡があったが、なんとも異様なことに、それらはドアの方を向いていなかった。見れば見るほど、その足跡は奇妙に見えた。自分の足跡だと判断できたものに加えて、より小さな、ほぼ円形の大きな椅子やテーブルの足がつけるようなのがあり、ただ多くの場合、二分割される傾向があった。また、他にもネズミが歩いた泥の跡があり、新しいネズミ穴から出て、また戻っていった。何よりも当惑させられ、発狂の恐怖を覚えたのは、彼がよろめく足でドアまで行き、外には泥の跡がないのを見た時だった。おぞましい夢のことを思い出すほどに恐怖は募り、2階下でジョー・マズレビッチが晩夏のような詠唱をしているのを聞くと、さらに絶望感が加わったのだ。彼はエルウッドの部屋におり、未だに眠りほうけている部屋主を起こして、自分がどうなったかを話し始めたが、実際に起きたのはどういうことだったのか、エルウッドにはさっぱり理解できなかった。ギルマンが生き得た場所、廊下に後をつけず自分の部屋に帰った方法。その屋根裏部屋で彼のものと混在していた家具のような泥の足跡。どれをとっても推測できる範囲を完全に超えていた。そして彼の首には暗い内身のような跡がある。まるで自分で自分の首を絞めたような。彼は自分の両手を薬痕のところに当ててみたが、全然似ていなかった。二人が話し合っていると、デロシエールがやってきて、深夜に上の部屋からゾッとするような騒音がしていたと言った。いや、真夜中になってからは誰も階段を通ってないよ。だけど、そのちょっと前には
屋根裏でかすかな足音がするのが聞こえたな。で、その後、何かいやらしい感じで、こっそり階段を降りていったぞ。今はね、と彼は続けた。アーカムでは一年の中でとっても悪い時期なんだ。君はジョー・マズレビッチがくれたクロスを忘れずに身につけておいた方がいいよ。日が出ている時だって安全じゃない。だってこの屋敷じゃ夜明け以降もおかしな音がしてきたんだもの。特にか細い鳴き声を立てる子供の息を慌てて塞ぐような感じの。ギルマンは機械的に講義に出席したものの、心は完全に上の空で勉学に打ち込むことができなかった。おぞましい不安感と期待感が彼を捉えて離さず、何か壊滅的な一撃が降りかかってくるのを待ちわびているかのように見えた。昼、学食で食事をしていた彼はデザートを待つ間、隣の席に落ちていた新聞紙を拾い上げた。だが、そのデザートが食べられることはなかった。一面に出ていたとある記事が彼の気を遠くさせ、目を取り乱させたのだ。なんとか食事代は払ったが、あとはふらふらとエルウッドの部屋に戻るのがやっとだった。昨夜、オーンズ工事で奇怪な誘拐事件があり、アナスターシャ・ワレイコという名の薄のらな洗濯女の2歳になる子供が完全に姿をくらました。どうやら母親のアナスターシャはかなり長いことこれを恐れていたらしい。だが彼女が恐れていた理由というのがあまりにグロテスクなので、誰もそれを真面目には取り合わなかった。彼女によると、そこでは時々ブラウン・ジェンキンを見かけた。それも3月初め以降のことで、奴の歪んだ顔と忍び笑いから、我が子ラディスラスがワルプルギスの夜の恐るべきサバトの生贄として狙われているのが分かったのだ。隣組のメアリー・チャネクに、うちの部屋で寝て子供を守ってちょうだいと頼んでおいたのだが、メアリーはビビってしまった。警察には話せなかった。連中がこんなことを信じるはずがないからだ。物心ついてからずっと、毎年毎年こんな風に子供がさらわれてきた。友達のピート・ストバッキは子供をうざがっているから助けてくれないだろう。